春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回はプレイヤーのインベントリから別のアクタにアイテムを入れてみようと思います。コンテナにアイテム入れてみた。早速作ってみましょう。1、コンテナ用インベントリの作成。コンテナ用のインベントリを作成します。UMG プレイヤー UI を開きます。UMG インベントリサブ002のサイズボックスを選択します。1X をマイナス 15.0、1Y をマイナス 350.0 にします。UMG インベントリサブ002のサイズボックスを複製します。名前をサイズボックスコンテナにします。イズバリアブルを有効にします。1X を 450.0、1Y をマイナス 650.0 にします。UMG インベントリサブ002の位置を選択します。名前を UMG インベントリサブ003にします。インベントリローズを2にします。インベントリコルズを4にします。一旦コンパイルして保存します。グラフに移動します。インベントリタイプを追加します。UMG インベントリサブ003、ゲットノードを配置します。UMG インベントリサブ003、ゲットノードよりイールインベントリタイプを呼び出します。変数インベントリタイプ、セットノードを配置します。イールインベントリタイプノードにつなぎます。変数インベントリタイプ、セットノードをシークエンスノードにつなぎます。インベントリタイプにサブ003と記入します。最初はコンテナ用インベントリを非表示にします。変数サイズボックスコンテナ、ゲットノードを配置します。変数サイズボックスコンテナ、ゲットノードよりセットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。セットビジビリティノードをシークエンスノードにつなぎます。コンパイルして保存します。2、コンテナ用アクタの作成。コンテナ用のアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT コンテナベースにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュでスタティックメッシュを割り当てます。トランスフォーム、回転で Z270.0 度にします。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを X16.0、Y96.0、Z96.0 にします。トランスフォーム、1で Y50.0、Z100.0 にします。回転をリセットします。一旦、ハイデンインゲームを無効にします。コンポーネントパネルのスタティックメッシュを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、アローコンポーネントを追加します。一旦コンパイルして保存します。変数を追加します。変数アイテムネーム I、ネーム型を配列で作成します。変数アイテムアイコンあり、テクスチャ 2D 型を配列で作成します。変数アイテムアマウントあり、インテジャー型を配列で作成します。すべてインスタンス編集可能を有効にします。コンパイルして保存します。BT コンテナベースを右クリックして、コブループリントを作成します。レベルに2つ配置します。3、概要。コンテナ用アクタがあり、そのコンテナのインベントリがあります。アイテムデータを保存する変数、配列は、コンテナ用アクタが保持しています。コンテナ用のインベントリを開くと、コンテナ用アクタが保持しているアイテムデータを、コンテナ用インベントリの変数、配列に書き込みます。そして、コンテナ用インベントリのスロットに表示します。コンテナ用インベントリからアイテムを出し入れします。そうすると、コンテナ用インベントリのアイテムデータが最新のデータになり、コンテナ用アクタのアイテムデータが古いデータになります。コンテナ用のインベントリを閉じるときは、コンテナ用アクタのアイテムデータは古いので削除します。コンテナ用インベントリの最新のアイテムデータを、コンテナ用アクタの変数、配列に書き込みます。最後に、コンテナ用インベントリのスロットで表示しているアイテムを削除します。4、
DTI 関数 is プレイヤーに参照取得用変数を追加。今回作成するにあたり、ファイルを参照するために、DTI プレイヤーの関数 DTIF is プレイヤーに変数を追加します。DTI プレイヤーを開きます。関数 DTIF is プレイヤーを選択します。アウトプットに変数を3つ追加します。変数サイズボックスコンテナ、サイズボックス参照を追加します。コンテナ用インベントリの表示非表示用ですね。変数 UMG コンテナ、UMG インベントリ参照を追加します。コンテナ用インベントリの指定用ですね。変数プレイヤー、キャラクター参照を追加します。UI を開いたり閉じたりしているのがプレイヤーキャラクターで行っているので、コンテナ用インベントリを開いたり閉じたりするために参照を取得します。コンパイルして保存します。DT インベントリキャラクターを開きます。インターフェース、DTIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。リターンノードにピンが追加されています。UMG プレイヤー UI GET ノードより、サイズボックスコンテナ、GET ノードを配置します。サイズボックスコンテナピンにつなぎます。UMG プレイヤー UI、GET ノードより、UMG インベントリサブ003、GET ノードを配置します。UMG コンテナピンにつなぎます。プレイヤーピンにセルフノードをつなぎます。コンパイルして保存します。コンテナ用インベントリのオープン時、コンテナ用インベントリを開いた時の処理を作成します。DT コンテナベースを開きます。コンポーネントパネルでコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。その1、プレイヤー判定、オープン、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードのアザーアクターピンより、DTIF is プレイヤー、メッセージノードを呼び出します。is プレイヤーピンより、ブランチノードをつなぎます。その2、必要な参照を取得、DTIF is プレイヤー、メッセージノードのサイズボックスコンテナピンを右クリックして変数へ昇格します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。UMG コンテナピンを右クリックして変数へ昇格します。変数サイズボックスコンテナ、セットノードにつなぎます。プレイヤーピンを右クリックして変数へ昇格します。変数 UMG コンテナ、セットノードにつなぎます。この3、コンテナ用インベントリの表示。コンテナ用インベントリの UMG を配下に持つサイズボックスコンテナを表示します。変数サイズボックスコンテナ、GET ノードを配置します。変数サイズボックスコンテナ、GET ノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。必要な参照を取得につなぎます。その4、アイテムデータの繰り返し処理。コンテナ用枠田が保持しているアイテムデータを、コンテナ用インベントリに送るために、繰り返し処理を作成します。フォーループノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。アイテムデータの個数を取得します。変数アイテムネームあり、GET ノードを配置します。変数アイテムネームあり、GET ノードより、レンクスノードを配置します。フォーループノードが0からカウントするので、1を引きます。レンクスノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。サブトラクトノードをフォーループノードのラストインデックスピンにつなぎます。その後、コンテナ用枠田内のアイテムデータをコンテナ用インベントリに追加。コンテナ用インベントリにコンテナ用枠田が保持しているアイテムデータを追加していきます。変数 UMG コンテナ、GET ノードを配置します。変数 UMG コンテナ、GET ノードより、EV アドアイテムインベントリを呼び出します。フォーループノードのループボディピンにつなぎます。変数アイテムネームあり、GET ノードを配置します。変数アイテムネームあり、GET ノードより、GET、コピーノードを配置します。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。EV アドアイテムインベントリノードのアイテムネームピンにつなぎます。変数アイテムアイコンあり、GET ノードを配置します。変数アイテムアイコンあり、GET ノードより、GET、コピーノードを配置します。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。EV アドアイテムインベントリノードのアイテムアイコンピンにつなぎます。変数アイテムアマウントあり、GET ノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、GET ノードより、GET、コピーノードを配置します。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。
EV やドアイテムインベントリノードのアイテムアマウントピンにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。その6、コンテナ用アクタ参照の取得。コンテナ用インベントリがコンテナ用アクタを認識するようにします。UMG インベントリを開きます。カスタムイベント EV ゲットコンテナアクタを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数コンテナアクタ参照型を作成します。カスタムイベント EV ゲットコンテナアクターのコンテナアクターピンを右クリックして変数へ昇格します。コンパイルして保存します。その7、コンテナ用アクタ参照の送付。DT コンテナベースを開きます。コンテナ用インベントリにアイテムデータを追加したら、コンテナ用アクタの参照を送ります。変数 UMG コンテナ、ゲットノードを配置します。変数 UMG コンテナ、ゲットノードより EV ゲットコンテナアクターを呼び出します。コンテナアクターピンにセルフノードをつなぎます。フォーループノードのコンプリーティッドにつなぎます。コンパイルして保存します。テスト用でコンテナ用アクタに事前にアイテムを入れておきます。レベルに配置したコンテナ用アクタを選択します。詳細パネル、デフォルトにアイテムを追加します。起動してみましょう。プレイヤー UI を開くと、コンテナ用アクタのアイテムが表示できましたね。6、コンテナ用インベントリのクローズド時。コンテナ用インベントリを閉じた時の処理を作成します。DT コンテナベースを開きます。コンポーネントパネルでコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントエンドオーバーラップノードが追加されます。6の1、プレイヤー判定、クローズド、オンコンポーネントエンドオーバーラップノードのアザーアクターピンより、DTIF is プレイヤー、メッセージノードを呼び出します。is プレイヤーピンより、ブランチノードをつなぎます。6の2、コンテナ用インベントリの非表示。コンテナ用インベントリの UMG を配下に持つサイズボックスコンテナを非表示にします。変数サイズボックスコンテナ、ゲットノードを配置します。変数サイズボックスコンテナ、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。6の3、コンテナ用アクタの古いアイテムデータをクリア。コンテナ用アクタが保持しているアイテムデータは古いアイテムデータなので、すべてクリアします。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、クリアノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードより、クリアノードを配置します。前のクリアノードにつなぎます。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、クリアノードを配置します。前のクリアノードにつなぎます。コンパイルして保存します。7、コンテナ用インベントリの初期化処理。7の1、更新用 BPI 関数の作成と実装。コンテナ用インベントリを初期化して、コンテナ用アイテムデータを更新するために BPI 関数を作成します。今回は BPI アイテムに関数を追加します。BPI アイテムを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPIF コンテナリフレッシュにします。詳細パネル、インプットに変数を3つ追加します。変数アイテムネーム型を追加します。変数アイテムアイコン、テクスチャ 2D 型を作成します。変数アイテムアマウント、インテジャー型を作成します。コンパイルして保存します。DTI アイテムをコンテナ用アクタに実装します。DT コンテナベースを開きます。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより、DTI アイテムを追加します。マイブルプリント、インターフェースに BTI 関数が実装されます。コンパイルして保存します。7の2、アイテムデータの繰り返し処理、初期化、UMG インベントリを開きます。
コンテナ用インベントリが保持しているアイテムデータをコンテナ用アクタに送るために、繰り返し処理を作成します。カスタムイベント EV コンテナイニシャライズを作成します。フォーループノードを配置します。アイテムデータの個数を取得します。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、レンクスノードを配置します。フォーループノードが0からカウントするので、1引きます。レンクスノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。サブトラクトノードの出力ピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をラストインデックスにします。フォーループノードにつなぎます。ラストインデックスピンにつなぎます。変数ラストインデックスをカスタムイベント EV コンテナイニシャライズにつなぎます。7-3、コンテナ用インベントリ内のアイテムデータをコンテナ用アクタに送付。コンテナ用インベントリが保持しているアイテムデータをコンテナ用アクタに送ります。変数コンテナアクタ、ゲットノードを配置します。変数コンテナアクタ、ゲットノードより、BPIF コンテナリフレッシュ、メッセージノードを配置します。フォーループノードのループボディピンにつなぎます。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。BPIF コンテナリフレッシュ、メッセージノードのアイテムネームピンにつなぎます。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。BPIF コンテナリフレッシュ、メッセージノードのアイテムアイコンピンにつなぎます。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。BPIF コンテナリフレッシュ、メッセージノードのアイテムアマウントピンにつなぎます。フォーループノードのインデックスピンをつなぎます。7-4、コンテナ用インベントリのアイテムデータの削除。コンテナ用アクタにアイテムデータを送ったら、コンテナ用インベントリ内のアイテムデータを削除します。フォーループノードを配置します。変数ラストインデックス、ゲットノードを配置します。フォーループノードのラストインデックスピンにつなぎます。ループボディより、カスタムイベント EV リムーブアイテムインベントリを呼び出します。フォーループノードのコンプリーティッドにつなぎます。コンパイルして保存します。7-5、コンテナ用インベントリの初期化処理へ。コンテナ用アイテムからコンテナ用インベントリへ処理をつなぎます。DT コンテナベースを開きます。変数 UMG コンテナ、ゲットノードを配置します。変数 UMG コンテナ、ゲットノードより EV コンテナイニシャライズを呼び出します。古いアイテムデータをクリアにつなぎます。8、コンテナ用アクタのアイテムデータ更新処理。コンテナ用アクタのアイテムデータを新しいアイテムデータに更新します。マイブループリント、インターフェース、BPIF コンテナリフレッシュを右クリックして、イベントを実装します。シークエンスノードをつなぎます。変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。シークエンスノードのインデックスピンをつなぎます。イベント BPIF コンテナリフレッシュノードのアイテムネームピンにつなぎます。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアイコンあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。シークエンスノードのインデックスピンをつなぎます。イベント BPIF コンテナリフレッシュノードのアイテムアイコンピンにつなぎます。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。シークエンスノードのインデックスピンをつなぎます。イベント BPIF コンテナリフレッシュノードのアイテムアマウントピンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。
一見すると完成しているように見えるのですが、コリジョンを重ねると挙動がおかしくなります。DT コンテナベースを開きます。ビューポートに移動します。コリジョンを選択します。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを X96.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。アイテムをコンテナに入れて、重なったコリジョンを行き来します。そうすると、コンテナの中のアイテムが消えてしまいます。修正が必要ですね。9、コンテナ使用状態。コンテナを使用している時だけ、コンテナ用インベントリが開くようにします。つまり、一つのコンテナのコリジョンの中でのみ、コンテナの処理が完結するようにします。9-1、コンテナ使用状態の BPI 関数の作成。コンテナのコリジョンの中にいることを、プレイヤーキャラクターに伝える BPI 関数を作成します。BPI プレイヤーを開きます。プラス追加をクリックして新規関数を追加します。名前を BPIF コンテナコンディションにします。詳細パネル、インプットで変数を2つ追加します。変数コンテナコンディション、ブーリアン型を作成します。変数コンテナアクタ参照型を作成します。コンパイルして保存します。9-2、コンテナ使用状態の送付。コンテナ使用状態をプレイヤーキャラクターに送ります。DT コンテナベースを開きます。オンコンポーネントビギンオーバーラップにつながっているセットビジビリティノードを切り離します。カスタムイベント EV オープンを作成します。切り離した処理をカスタムイベント EV オープンにつなぎます。変数プレイヤーゲットノードを配置します。変数プレイヤーゲットノードより BPIF コンテナコンディション、メッセージノードを配置します。コンテナコンディションピンを右クリックして変数へ昇格します。変数コンテナコンディション、ゲットノードは削除します。変数コンテナコンディション、セットノードを配置します。変数コンテナコンディション、セットノード、切り離したところの必要な参照を取得につなぎます。後ろは BPIF コンテナコンディション、メッセージノードにつなぎます。コンテナコンディションピンにもつなぎます。コンテナコンディションを有効にします。コンテナアクターピンにセルフノードをつなぎます。カスタムイベント EV クローズドを作成します。オンコンポーネントエンドオーバーラップにつながっているセットビジビリティノードを切り離します。切り離した処理をカスタムイベント EV クローズドにつなぎます。変数プレイヤー、ゲットノードを配置します。変数プレイヤー、ゲットノードより BPIF コンテナコンディション、メッセージノードを配置します。変数コンテナコンディション、セルフノードを配置します。コンテナコンディションを無効にします。変数コンテナコンディション、セットノード、切り離したところであるブランチノードのトゥルーにつなぎます。後ろは BPIF コンテナコンディション、メッセージノードにつなぎます。コンテナコンディションピンにもつなぎます。コンテナアクターピンにセルフノードをつなぎます。コンパイルして保存します。9-3、コンテナ使用状態の受け取り。コンテナ使用状態をプレイヤーキャラクターで受け取ります。DT インベントリキャラクターを開きます。マイブループリント、インターフェース、BPIF コンテナコンディションを右クリックして、イベントを実装します。コンテナコンディションを右クリックして、変数へ昇格します。コンテナアクターを右クリックして、変数へ昇格します。9-4、コンテナ使用状態判定。コンテナ使用状態判定をプレイヤー UI 表示ボタンに追加します。フリップフロップノードにつながっている処理を一旦切り離します。コンテナ用のインベントリを開く時の判定を追加します。変数コンテナコンディション、ゲットノードを配置します。変数コンテナコンディション、ゲットノードよりブランチノードを配置します。フリップフロップノードの18につなぎます。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいるときはトゥルーに処理が流れます。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいないときはフォールズに処理が流れます。フォールズに既存の処理をつなぎます。
コンテナ用のインベントリを閉じる時の判定を追加します。変数コンテナコンディション。ゲットノードを配置します。変数コンテナコンディション。ゲットノードより、ブランチノードを配置します。フリップフロップノードの B ピンにつなぎます。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいるときは、トゥルーに処理が流れます。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいないときは、フォールズに処理が流れます。フォールズに既存の処理をつなぎます。一旦、コンパイルして保存します。Q の後、コンテナ用アクタに処理を渡す BPI 関数の作成。コンテナ用インベントリを開いたときと閉じたときに、コンテナ用アクタに処理を渡す BPI 関数を作成します。BPI アイテムを開きます。プラス追加で新規関数を追加します。名前を BPIF コンテナオープンにします。プラス追加で新規関数を追加します。名前を BPIF コンテナクローズドにします。コンパイルして保存します。Q の6、コンテナ用アクタ処理へ。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいる時のプレイヤー UI の処理を作成します。BP インベントリキャラクターを開きます。プレイヤー UI を開く時の処理を作成します。変数コンテナアクター、ゲットノードを配置します。変数コンテナアクター、ゲットノードより、BPIF コンテナオープン、メッセージノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。後ろは既存の処理をつなぎます。プレイヤー UI を閉じた時の処理を作成します。変数コンテナアクター、ゲットノードを配置します。変数コンテナアクター、ゲットノードより、BPIF コンテナクローズド、メッセージノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。後ろは既存の処理をつなぎます。コンパイルして保存します。Q の7、コンテナ用アイテムデータ処理。コンテナ用アクタのコリジョンの中にいるときに、プレイヤー UI を開いた時のコンテナ用アクタ処理を作成します。BP コンテナベースを開きます。マイブルプリント、インターフェース、BPIF コンテナオープンを右クリックして、イベントを実装します。イベント BPIF コンテナオープンに EV オープンをつなぎます。マイブルプリント、インターフェース、BPIF コンテナクローズドを右クリックして、イベントを実装します。イベント BPIF コンテナクローズドに EV クローズドをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コリジョンをまたいでも消えなくなりましたね。ちゃんとできてそうですね。最後に、コリジョンを元の状態に戻します。BP コンテナベースを開きます。ビューポートに移動します。コリジョンを選択します。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを X16.0 にします。コンパイルして保存します。設定ファイル。
なんとかできましたね。作っている最中、アイテムが無限増殖したり、コンテナから消えたりして、よく耳にするゲームのバグってやつを体験できました。インベントリって難しいですね。アイテムをインベントリとは別のコンテナに入れるメリットは、整理がしやすい。アイテムを特定のコンテナに分類することで、インベントリが混乱するのを防ぎ、必要なアイテムをすぐに見つけやすくなります。効率的な管理。特定の目的やミッションに必要なアイテムを一つのコンテナにまとめることで、管理がしやすくなります。容量の節約。インベントリの容量を節約できるため、新しいアイテムを入手しやすくなります。戦略的な利用。特定の戦闘やミッションで使うアイテムを別のコンテナに入れておくことで、戦略的に使いやすくなります。他プレイヤーとの交換。他のプレイヤーとアイテムを交換する際に、特定のコンテナを使うことでスムーズにやり取りができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。